皆さんこんにちは。日本のゲームクリエイターでアンリアルエンジンプラグイン開発者の松尾さんと申します。今回は私が開発してマーケットプレイスで販売しているプラグインブループリントインサイトとビヘイビアツリーインサイトを使ってどんなことができるのかを、今回マーケットプレイスで販売されているサードパーソンシューターキットと代表的な AI の一つであるチャット GPT、 そしてコード X を使って実際の画面を見せてご紹介したいと思います。具体的にはスタン機能、ノード一つでサードパーソンシューターキットの複雑な AI 制御をかいくぐって敵 AI が全く動けなくなり、スタン用のアニメーションをしてスタン時間が終わったら復帰するというところまでをご紹介します。これ実際に触ったことがある方なら分かっていただけると思うのですが、簡単そうに見えてサードパーソンシューターキットの奥深くまで理解していないとなかなかコントロールが難しい部分なんですよね。少し長い話になりますが、今回サードパーソンシューターキット通称 TPSK を教材に選んだのには理由が3つあります。一つは TPSK がファブマーケットプレイスで販売されているキットの中で数少ない商業レベルの品質のキットであるということです。例えばカバーシステム、アンリアルエンジンを使えばそれらしい動きをする機能は少し頑張れば誰でも作れます。ですがそれが商業レベルのものとなると話は別です。角度計算、プレイヤーの体の向きやコリジョン、アニメーションとの連動、ブラインドシューティングの挙動、敵 AI の反応、カバーイン、カバーアウトの調整、射撃やリロード、ロコモーションなどなど数え上げればキリがありません。これは私が今から4年前に私のプロジェクトのために TPSK を改造して作ったマップにあるものを即席のカバーオブジェクトにする機能です。これは土台となるカバーシステムが堅牢な設計だったからこそ実現したものです。そうしたあらゆる複雑な機能をすべてまとめ上げて、ここまでのクオリティの TPS シューターゲームキットに仕上げているのはこのキットぐらいではないかと私は思います。2つ目は高機能であるがゆえにとても複雑だということです。もしあなたのプロジェクトが TPS が想定しているゲームシステムとフィットしているなら、あなたはあっという間に高品質の TPS ゲームを作ることができるでしょう。これはすごいことです。ですが、もしそこに何か自分独自の機能を追加したいと思ったら、あなたは制作者の天才的な頭脳によって構成された TPSK のメカニズムの深いところまで理解する必要があります。例えばカバーアクションやジャンプ、ローリング、リロード、銃を左に構えたり右で構えたりといったことを制御する高度なロコモーションシステムやウェポングリップまで網羅したアニメーションブループリント、ビヘイビアツリーと EQS、ポーンセンシングなどを組み合わせて、例えば手元に武器がなかったらそれを拾いに行くというような本格的な行動制御をする敵 AI、 そしてそういったプレイヤーや AI のさまざまな状況、さまざまな行動を実現するためのブループリントと、それを連携するためのインターフェース、イベントディスパッチャー、そしてアニメーション通知にモンタージュスロット、あまりにも複雑です。それは彼の設計が悪いのか？いえ、違います。むしろ逆です。大規模開発、それも商業レベルに頼るだけの機能を有するには、それだけ複雑な設計が必要になるのです。お恥ずかしい話ですが、凡人の私では彼の設計を本当に理解したと思えるようになるまで5年の歳月を必要としました。ですが今回ブループリントインサイトプロとビヘイビアツリーインサイトを使うことで、その構造理解の大部分を AI が数時間で到達できるところまで持っていきます。そして TPSK を教材に選んだ理由の3つ目は、このキットが全てブループリントで作られているということです。今は AI ワークフローの時代です。自動生成 AI ばかりが話題になりがちですが、今世界中のゲーム会社が AI ワークフローを取り入れ始めています。ですがアンリアルエンジンで AI ワークフローをするにはと
とてつもなく大きな障害が待ち構えているのです。それは AI は複雑なノードや繊維だらけのアニメーションブループリント、ビヘイビアツリーやただの表示画面に見えて状態繊維の塊であるウィジェットなどを読むのが人間以上に苦手であるということです。例えば C++ ソースなら彼らは一瞬で理解できます。テキストだからです。だからノードもコピーしてテキストにペーストすれば彼らは簡単に読むことができます。ですが見てください。たったこれだけのノードでもテキストにすればこれだけのボリュームになります。 TPSK のような膨大なノードがあるキットでこのようなことをすれば下手をすると BP 一つでトークンが吹き飛びます。そもそも制限がかかってアップロードできません。だったらスクリーンショットを見せればどうか。場合によっては効果的です。実際確認させたい場所をチェックしてもらうためにその方法を使うこともあります。ですがクロードもチャット GPT も細かいノードを見せるとたびたび配線を見間違えます。そして彼らはよくこんなことを言います。いい感じです。ですがこのノードの配線がつながってないのが気になります。いやつながってるんだけどみたいな。それに TPSK の全ノードをスクリーンショットで撮るというのは全く現実的ではありません。そしてそんな大量の画像を読ませたら当然ながらトークンが吹き飛びます。問題は AI が賢くないことではありません。問題は巨大なアンリアルエンジンランタイムトポロジーを長時間維持し続けることが人間にも AI にも非常に難しいということです。そしてその構造理解を支援するために私が開発したのがインサイトエコシステムです。説明すると長くなるのでまずは実際にどういうことができるのか実践しながらご紹介します。その前にこの場を借りて私のプラグインのプレゼンテーションのために TPSK を教材として使うことを快く応じてくれた制作者のハムスター PL に心からの感謝と尊敬の念をお伝えしたいと思います。まず最初にすることは簡単です。 TPSK のプロジェクトにブループリントインサイトプロとビヘイビアツリーインサイトのプラグインをインストールします。インストールが終わったら上部メニューのツールズから2つのプラグインを実行するだけ。必要な操作はたったこれだけです。これだけでセーブフォルダに TPSK のあらゆる分析結果が出力されます。実際に見てみましょう。まずはサマリーを開きます。トータルアセット486ブループリント422アニメーションプリント64にステートマシン22いや本当にすごいキットだよね。彼はこれを全部一人で作ったんだろうか。とても信じられないまあそんなわけで、こうして生成されたマークダウンファイルと、JSON ファイルによって彼の TPSK を丸裸にすることができます。一つ一つの項目を説明するだけでこの動画1本分になってしまうので今回は省略しますが、このサマリーを見るだけでもいろいろなことがわかります。ブループリントインサイトプロとビヘイビアツリーインサイト、そして今回はご紹介しませんが UMG インサイト、この3つがあれば今まで外側からはブラックボックスだったアンリアルエンジンプロジェクトのかなりの部分を構造的に理解することができます。このノードはこことつながっているからちょっと外すのはリスクがあるなとか、ウェポングリップをコントロールしているのはこれとこれだなというように、ただのコンバーターではありません。独自のロジックによってそれぞれの要素はウェポン、IK、コアといったようにタグ付けされ、リスク要因の高い BP をランク付けしたり、コメントからもリスク密度などを分析したりもしますし、今回は省略しますが、概要欄に貼ってある私のウェブサイトを見ていただければ、きっと皆さんはこう思ってくださると思います。こいつイカれとんなそして一番大事にしていることは、わからないことはわからないとはっきり書いてあることです。証拠や根拠の薄い推測はしません。その信頼性の高さと分析の質の高さが AI の判断力を格段に強化させます。多分皆さんがびっくりするぐらいには。さて、
今回はこれを AI に読ませるわけですが、もちろん人間が読むこともできます。人間でも AI でも読んで構造を理解できることこそが、このプラグインが最も目指したもので、人間と AI の協業を追求する私の信念に基づいた設計です。MD ファイルは人間が読むのに適していますし、JSON ファイルの読解は AI が得意とします。余談ですが、AI により俯瞰的な理解をさせたいときは MD ファイルを、より深い理解をさせたいときは JSON ファイルを読ませるのがいいです。さて、今回はこれを AI に読ませるので、まず全部まとめて ZIP で圧縮します。そしてそれを ChatGPT でも Claude でも皆さんのお好きな AI に今回のプロジェクトの方針やルールなどとともに渡して全部読んでもらいます。ここでは AI の使い方やコツを説明するとそれだけで動画何本分にもなってしまうので今回は省略しますが、一つだけ個人的におすすめなテクニックをお教えします。彼らが読み終わったらこう言いましょう。読み終わったらそのファイルの中で今回のプロジェクトで重要だと思う情報が含まれているものを全てピックアップして ZIP ファイルにしていつでも参照できるようにして。これバカみたいに思うかもしれませんがすごく重要です。彼らは放っておくとすぐ手抜きをします。誤解しないでほしいのは彼らに悪気があるわけじゃありません。そういう仕様なのです。もちろんモデルによって差はありますが、TPSK のような大規模プロジェクトの中で全容を把握し続けるのは彼らでも大変なので、ちょっと時間が経つとちゃんと読んでないのに読みましたみたいな嘘を平気で言ってきます。だからこの ZIP を方針決定前に必ず読ませるようにすることが重要です。あと絶対に読むこととかはあんまり意味ありません。はい、絶対に読みますって言って読まないのが AI です。言葉ではなくルールで縛るのが大事です。さて、これで作業の半分は終わったようなものです。次にするべきはスタンをどう扱うかということです。ハムスター PL の天才的な頭脳をトレースしなくても実現する方法はいくつか考えられます。一つはブレインコンポーネントを止める方法です。強力ではありますが個人的にはあまりお勧めはしません。ブレインを止めるということはかなりビヘイビアツリー全体停止に近くなり、ムーブトゥ再発行、メレー再発行、カバー再評価、サービスティックをまとめて止めてくれる一方で、復帰時のビヘイビアツリーの状態や実行中のタスクのアボート、サービスの再開順、ブラックボード状態の鮮度、カバー、メレー、コンバットブランチの再評価タイミングが全部重くなります。TPSK のヒットリアクションを利用する方法もありますが、ヒットリアクションのモンタージュ処理をいろいろいじらなくてはならず大掛かりです。また昔やりましたが、そこだけいじればいいというほど簡単でもありません。なのでせっかく私のプラグインと AI を使うのですから、ここは TPSK の複雑な繊維の網を軽やかにかいくぐり、安全かつ完璧なスタンを実装しようではありませんか。というわけで、私が AI に指示した内容は大まかに言えば、私にお世辞はいらないということと、TPSK を高度に相互接続された実運用規模のビヘイビアが階層化されたアーキテクチャが密なシステムであるということと、システムを過度に単純化するなということと、AI を無効にするだけ、動きを止めるだけ、ビヘイビアツリーを一時停止するだけじゃない、ちゃんとしたスタンにしろということと、そもそもビヘイビアツリーはいじるなということです。個人的な意見ですが、このぐらいの規模のプロジェクトに手をつける際、この辺りの設計は最初にちゃんと考えていくことをお勧めします。例えば私が方針としたビヘイビアツリーを止めるな、いじるなということは、敵 AI はスタン中もこちらを見つけたり、パトロールモードだからコンバットモードになったりするでしょう。それって一見おかしいと思うかもしれません。でも現実世界でもダウンしたボクサーは立ち上がろうとしますし、再び戦おうとします。だけど動けない。それがスタンです。ですからスタン中にビヘイビアツリーが動き続けるのは自然であり、また安全でもあります。そういう方針をひとたび伝えると、彼らは水を得た魚のようにめきめきと動き始めます。私は基本的に一つのチャットで AI に全てをやらせることはしません。
今回はクロードコードはお休みで、チャット GPT と方針を決めて指示を作らせ、コード X にコーディングをさせるという方式をとっています。彼らはあっという間にスタンコンポーネントを作り、私はそれを AI キャラクターベースに持たせ、いくつかのイベントグラフの手前にスタンコンポーネントのブールから取ったブランチをつなげるだけです。注意事項としては、こうして彼らの手からこちらの手作業に移るタイミングって AI の精度が急激に落ちがちです。正確じゃないノード名を言ったり、いやブランチ挟む場所本当にそこみたいなことを言ったりしがちです。なのでこの辺りの作業の時は方針決定前に ZIP で確認を取らせる作業が大事です。でもさっきも言った通り、確認しましたって言って確認しないのが AI です。そこで魔法の言葉、証跡のない回答は禁止。これを指示として出すと、経験上なぜか彼らはきっちり ZIP を参照するようになります。試してみて。さて、テストしてみろと言われたのでテストをします。やり方は簡単。右クリックをしてアットマークと入力すると、インプットキーノードが簡単に呼び出せるので K と入力してキーボードの K のインプットノードにします。このやり方便利でしょ？知ってる？最初に思いついた時は感動したんですけどね。で、2や NPC と入力すると TPSK の便利なノードが出てきます。指定した半径で最もプレイヤーに近い NPC を検出するもので、これをインプットと K とつなぎ、そこから AI キャラクターベースをキャストしてスタンコンポーネントをゲットしてアプライスタンとつなぎます。それでは実行します。いいですね。攻撃しませんね。でもメレーや移動、方向はまだ制御できていないようです。そのことを伝えて、今度は ZIP を参照させながら、移動関連やメレー関係でガードを置いても安全な場所を確認させて、そこに同じようにスタンコンポーネントのブールから取ったブランチをつなげるだけです。はい、うまくいきました。時間経過で元に戻るし、死んだらモンタージュは中断されて死亡処理。さて、正直もうこれで完成でいいんですが、せっかくなのでモンタージュを再生させてもう一仕上げしましょう。 AI スタンコントロールコンポーネントからスタンスターテッドをバインドしてカスタムイベントを作り、スタン開始のモンタージュを再生します。で、ブレンドアウトからさらにつないでスタンループにつなぐ。次に AI スタンコントロールコンポーネントからスタンエンデッドをバインドして、今度はモンタージュが完了したらモンタージュをストップします。はい、いい感じにスタンアニメーションになりましたね。武器を持っているときはアニメーションカーブでハンド IK をディセーブルにしたり、スタン終了のモンタージュ再生タイミングに工夫が必要になるかもしれませんが、今回はテストなのでこれでいいでしょう。さてどうでしょうか。私はこれまでの数年間 TPSK のディスコードサーバーでスタン処理について質問している人を何人か見かけましたが、ここまでしっかりした形の実装方法を回答した人は私が知る限りはいませんでした。ですが、ブループリントインサイトプロとビヘイビアツリーインサイトを使って AI にやらせれば、あっという間に安全に実装完了できます。それもビヘイビアツリーどころか、ほとんど TPSK の内部をいじらずに、AI の複雑な行動や遷移条件を華麗にかいくぐって実現することができたのです。私がやったことは、命じたことと、いくつかのブランチを挟んだこと、あとテストしただけです。最後に頑張ってくれたコード X ちゃんに質問してみましょう。スタン処理終わったよ、お疲れ様。今回は TPSK の分析に BPI プロと BTI を使ってみたんだけどどうだった？お疲れ様、かなり良い検証だったと思います。今回一番大きかったのは BTI プロ BTI が実装を直接作る道具ではなく、どこを壊すと危ないかを先に見える化する道具としてちゃんと機能したことです。BPI プロ側は BPAI キャラクターベースが単なるキャラ BP ではなく、シューティングやメレー、タイマー、用、ルックアット、ヒットリアクションを束ねるランタイムオーケストレーションハブだと読む助けになりました。だからコンパットステートや isDead を流用せず、AI スタンコントロールという外付けコンポーネントに責務を閉じる判断ができた。そうだね。
BTI 側は BT を止めればいい BT、ビヘイビアツリーですね。ではなく、BT は意思決定を続けていて、ランタイムアウトプットだけを止める方が TPS の構造に合うという判断に効いていました。Move2 が再発行される問題も、BT ブレインを止めるのではなく、ムーブメントサプレッションループで抑える方針に落とせたのはかなり事務的です。特に良かった流れは、分析でシューティング、メレー、ムーブメント、ルックアット、用を分解、危険な復帰経路を先に特定、エンドスタンで即復帰させない思想を採用、C++ コンポーネントに状態管理を閉じる、BP 側は最小アダプター、ガード、BT は最終的に壊さず維持。この進め方だとマーケットプレスキットみたいな既存思想を壊すと一気に崩れるプロジェクトにかなり相性がいいです。その通り。正直今回の検証で BPI プロ BTI の価値はかなりはっきり出ました。 AI が勝手に改造するではなく AI と人間が既存構造を読みながら安全な侵入点を決める。この方向は強いですだそうです。いい子ですねというわけで、これが私の作ったプラグイン群、インサイトエコシステムの実力の一端です。インサイトエコシステムは地獄のような開発環境で戦っているクリエイターたちにとって魔法のようなツールではありますが、魔法ではありません。できることとできないことがあります。ですが、これだけは言えます。少なくとも AI ワークフロー本格化が始まったこの時代に UE5 開発において私のインサイトエコシステムはめちゃくちゃ便利だということです。決してお安いお値段ではないと思いますが、それで大幅に短縮される作業時間とあなたのプロジェクトに今後もたらすであろう恩恵を考えて、もしよろしければ選んでいただけたら私は嬉しいです。多分今のところ似たような商品はないと思います。そんなわけで長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。